はい、七中華空心の大沢と申します。今日はよろしくお願いいたします。今日はね、お店でも人気の酢豚、作っていきたいと思います。中国の黒酢を使った酢豚ですね。それとお野菜の方には今日はさつまいもを入れていって、作りたいと思います。甘酢とさつまいもっていうのね、すごく合いますので、皆さんもぜひお試しください。はい、まずはね、お肉は今日はね、肩ロースですね。豚の肩ロース。油とね、この赤身のバランスがいいので、ぜひ肩ロース使ってみてください。じゃあね、お肉をね、一口大にカットしていきます。はい、お肉にね、下味入れていきたいなと思います。じゃあお塩ですね。お塩は一つまみ、下味なんでね、一つまみ。はい、でお砂糖も一つまみです。はい、そこにですね、濃い口のお醤油、はい、じゃあ小さじ1。はい、じゃあ紹興酒ですね。これもね、小さじ1ぐらいいきましょうか。はい、その前に胡椒ですね。胡椒。はい、じゃあそこに卵ですね。はい、じゃあよく揉み込んでいきます。卵がね、このお肉の中に入ってよく揉み込むことによって揚げた時にね、ふわっと柔らかい食感になりますので、はい、この時にね、よく揉み込んでください。はい、じゃあこんな感じになりましたら片栗粉ですね。はい、こんな感じになりましたら少しね、お肉を休ましておきます。はい、さつまいもですね。さつまいもはね、今日は皮がと使いましょう。はい、じゃあね、お肉とね、合わせたような大きさの乱切り。はい、じゃあね、油でですね、さつまいもを揚げていきたいなと思います。はい、じゃあ先ほどね、下味つけた酢豚に熱上げる直前にもう一度片栗ですね。これがね、カリッとするコツになりますので、もう一度片栗。
で揚げる直前ちょっとね形よくキュッと固めてあげてください。はい、油の温度はね今ね170度ぐらいですね。はい、表面がねしっかり固まるまではね触らないでください。ね、揚げ物のことはねじっと触らないというのがね大事なことですね。はい、じゃあねさつまいもはねいい色になってきたので揚げておきましょう。はい、じゃあその間にですね、甘酢の準備ですね、作っていきます。はい、じゃあフライパンにですね、スープですね、中華スープでお砂糖ですね、分量のお砂糖、はい、日本の醤油ですね、濃い口醤油、はい、中国のたんまり醤油ですね。ちょっとね色の濃い、お醤油なんですけども、塩分濃度はすごくね少ないお醤油ですね。はい、それと、中国の黒酢ですね、黒酢、はい、それと紹興酒、はい、でこれでね一旦沸かしていきます。このね甘酢のポイントはねちょっとここでねしっかり沸かしてあげる。そうすることによってねこのね酢の角が取れてね非常に美味しい甘酢になります。はい、じゃあそこにね水と片栗粉ですね。3回ぐらいにね分けて入れました。はい、これぐらいのねとろっとした感じですね。はい、で仕上げの香り付けにごま油少しだけ。はい、じゃあそうしてる間にねこのお肉ねカラッと揚がってきました。こういうふうにねきつね色にこんがりと表面はねカリッとで最終的にねお油の温度がね180度ぐらいになるような感じでね揚げていきます。
泡を見てもらうと分かるんですけども、泡がねこうちっちゃくなってきましたらね、お肉が上がってきたよというサインなので、ここをね見逃さないように。はい、こういう感じですね。はい、じゃあこれを甘酢に絡めて完成ですね。じゃあね、盛り付けていきたいなと思います。はい、OK ですね。じゃあこれで完成です。